こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい、実は最高なのになかなか行かない日本最北の町、北海道稚内の旅をお届けいたします。最北の絶景、絶品グルメ、至高の温泉と揃いすぎて、まさに大人の穴場旅行先。これは見逃せません。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。稚内市は北海道の最北端に位置し、日本で最も北にある町、人口は約3万人です。アイヌ語のヤムワッカナイ、冷たい水の沢がその名の由来で、稚内は日本のてっぺんとして知られ、宗谷岬などの自然景観が魅力です。まさに日本の北の玄関口として特別な地理的な特徴を持っています。また日露友好最先端都市としてロシア・サハリン州との交流も行っていました。しかし2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、国際交流は途絶えたままです。この影響で長年の友好関係が脅かされていますが、稚内市は交流再開を目指して動きを見せています。稚内の食文化は豊かな海の恵みを生かしたものが多く、特に稚内港で水揚げされる新鮮な魚介類は絶品です。中でも稚内のタコは全国的に有名で、プリプリとした食感が特徴です。この地域ではタコをしゃぶしゃぶで味わうタコしゃぶが名物料理として人気を集めています。また稚内産のウニは利尻昆布を食べて育つため、特有の甘みがあり濃厚な味わいが魅力です。ウニ丼やウニの刺身は訪れた際にぜひ味わいたい一品です。さらに稚内の冬は非常に寒冷な気候で、寒さが厳しい時期には流氷を見ることもできます。オホーツク海沿岸には流氷が押し寄せ、自然の厳しさと美しさが共存する絶景が広がります。このような冬の自然現象は稚内ならではの風景と言えるでしょう。アクセスは羽田空港からも直行便があり、1時間55分で行くことができます。各地方からも新千歳空港を経由して、新千歳空港から55分で稚内に到着します。稚内からは利尻島や礼文島へ行くこともできるので、まとめて行くのもおすすめです。また旭川からレンタカーで行くのもおすすめのルートです。他にも夜行バスを使った行き方などもありますので、ぜひお調べくださいませ。それでは最北端の絶景グルメの旅を一緒に楽しみましょう。初めての稚内駅やってまいりました。こじんまりした空港になってますね。でレンタカーを明日借りようと思ってるんで、今日はこのアクティブバスっていうので行く感じかな。駅前ターミナルまで行くって感じですね。とりあえず行くか。JR 稚内駅に来ました。快晴ですね。多分ここのエリアで一番安い宿じゃないんかな。ゲストハウスなんですけど、結構綺麗ですごい良さそうやったんでここにしました。こんな感じですね。こんな感じで綺麗ですね。明日レンタカー借りたいと思うんで、レンタカーのことを聞きに行きましょうかね。本日満車となっております。なんてこった。明日は行けるのかな。なんと今確認したらね、フォレスターっていうスバルさんの大きな車しかないらしくて、明日6時間だけ借りても1万2000とかするので、ちょっと一旦この目の前のトヨタレンタカーさんにも話伺って決めたいと思います。ここも本日満車ってなってる。どんだけ需要あんねん。明日あるかな。なんと先ほどのトヨタレンタカーは明日も今日もいっぱいだということで、1万いくら6時間できついけどな。しょうがないか。
無事に明日のレンタカーの予約が終わりました。明日の12時から6時まで、借りるということで、なんと最初12000とか言われたのに9500円でした。なんか会員登録してたからかな。めっちゃ安くなったような気がするけど、普通に考えると6時間で9000円高いですけどね。まあでもちょっと得した気分で行きたいと思います。あ、そうか、ここがもう最後の最北端の駅っていうことか。端っこになってるんですね。ここがフードマーケット相沢。あ、北の端ベーカリーも良さそうな感じであったような気がする。あ、ここスーパーなんですね。午後7時までか。なんか買わんと今のうちに買っとかなあかんな。ちょっと買っとくか、ここで。6500円も使っちゃいました。もう1軒目相当やんけみたいな。1個だけケーキ漬けにね、稚内飲むヨーグルトいただきます。あ、やべ、ちょっと振るの忘れてたかな。またこれやらなあかんやん。どこでやったこれ。多良間島でやった。うまい。さあ、それではね、飲み歩き開始したいと思います。あそこが気になるな。10兵衛からいっか。あ、微妙やな、いっぱいっぽいな。いただきます。じゃあジンギスカン。モンゴルのラムもうまかったけど、やっぱここのラムはめちゃくちゃうまいっすね。エゾシカ。エゾシカの方が歯応えがあるな。縦バター。よいしょ。いやー、美味しかったですね。海鮮からじゃなくてね、いきなりジンギスカンからスタートだったんですけど、いや、美味しかったですね。いやー、一軒でも入れてよかったな。さっきの店もね、僕が食べてる間にも何人も来たんですけど、結構断っててね、やっぱ運が良かったですね。8時やのにもうなんか終了の雰囲気やな。それだったらさっきの店でもうちょっと食べてもよかったね。はい、明日ね、車を借りる日本レンタカーさんの横に親父というなんかお店があるんで、ここ行ってみようかな。ここも癖が強いとか言ったけど、いてー、クローズドになってる。マジかよ。なんでやねん。っていうかまだ8時半ですからね。で Google の情報ではもうここ11時まで空いてるってなってるのに、いやマジでこれ食事難民になるな。2軒目難民になる。いやー、皆さんも学べましたよね。ここで飲み歩きの旅をするっていうのはちょっと難しいですね。一軒を楽しみ尽くすみたいなね、そういうことを教えてくれるんですかね。なんかもう最初から2軒3軒行くことが当たり前で、そうやって一つのお店に敬意がないっていうことじゃないですかね。もうこの稚内の町はもう一つの店に集中しろと。何でもそうじゃないですか。仕事でもそうじゃないですか。もっといい仕事があるんじゃないかっていう目移りして一つの仕事に集中しない。それをですね、ちゃんと一つのことに集中することでその喜びが得られるみたいな、そんなことを教えてくれるんですね。この稚内の旅はまさに旅は自己投資。いきなり教えてくれるんですね。さあ、ゲストハウスのね、ロビーに来ましたけども、ここで今日買ってたこれですね、北海道ハイボールガラナ風味。じゃあいただきますね。いただきます。うまい。昆布食べてみよう。いただきます。つまみになるな。これいきましょう。ハラス。これはね、なんか北海道の方がオフ旅の時に買ってきてくれたものでもある。これ絶対うまいやつです。買った。これも顎鍛えられるな。
これ永久に噛み切れへん。もう最後パリポリ焼き昆布いただきましょう。いただきます。もうこれはうまい。昆布の概念変わったな。でもこれ北海道の道東で採れたやつですね。稚内ちゃうわ。うまっ。稚内限定男山最北航路ってやつです。何が違うんか分からんけど自分が旅落ち子投資、読むだけで人生が豊かになる大人のための旅エッセイが出ました。もともとね、旅なんてもう意味がないと思ってたね僕が、旅を通じて価値観が変わって人生が変わっていく、そんなエッセイとガイドになっております。実際の予定やね、プランニングなんかも載せておりますので、実用度もバッチリです。大人のあなたにこそおすすめの本になっております。ぜひどうぞ。旅で人生が動き出す。おはようございます。今日も快晴ですね。さあノシャップの方に行きたいと思います。会議がね11時にあるんで、今8時36分です。ノシャップで海鮮丼食べて、でとんぼ帰りしたいなと思ってます。これですね、バス乗り場。来た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 、これやな。終点はノシャップでしたね。10分ぐらいで着いたかな。料金が220円ですね。安いですね。いやー、またなんか景色が違うな。南の島とはまたちょっと違う雰囲気あるな。来たー、ウニ丼、お食丼、お食事亭、カラフト来た。おお、といきなり鹿いるやん。エゾシカ。生ウニ3食丼、これいきましょう。来ましたね、これは素晴らしい。いただきます。まずウニからいただきましょう。これだよな。これのために稚内来たんだな。いやもうずっとウニの甘さが体中に残るホタテ。ホタテもうまい。確かにウニを2倍にした丼の方が人気っていうの分かるな。ウニが圧倒的にうまい。他も全然うまいですけどね。いろいろ食べたいから僕全部のしたけど、次来るんやったらウニだけでいいかも。カニもいただく。カニもうまい。やっぱウニが圧倒的やな。朝から幸せやな。こんな朝飯。支払いは現金だけっぽいですね。それはちょっと残念ですけど、やっぱりあれなんですね、繁忙期じゃないから最初は結構客多かったけど並びませんでしたし、来やすいですね。7月8月だって行列できると思いますね。いやー、美味しかったですね。こうやっていろんな飲食店とかがあって、おそらくカラフト食堂が一番人気なんですけど、やっぱ繁忙期になると空いてなくてこっち側に行くみたいなこともあるんでしょうね。水族館とかもあります。来たー、ノシャップ岬来ましたね。ノシャップ岬から利尻富士が見えてる。半端ないですね。美しい利尻富士見えてる。バス来ましたね。今9時55分です。10時1分に出そうですね。思ったより早く帰れそうでよかった。打ち合わせも間に合いそう。さあ打ち合わせも終わったんで、レンタカー借りに行こう。お昼ご飯食べに行きたいと思います。さあやってまいりました。武蔵です。ここ来たかった。酒だけない。
ました酒茶漬けめちゃくちゃうまそうですね。これそれではいただきます。まずはサーモンをそのまま刺身のようにいただきます。うわ、何このサーモン。自分が今まで食べてきたサーモン何やったんっていうぐらい歯ごたえもあるし甘さが全然違う。サーモン丼みたいな感じでいただく。最高やな。それでは利尻昆布の茶漬け入れてみましょう。香りがすごい、めっちゃいい香りする。初めてですよ僕、利尻昆布。名前だけ聞いたことありましたけど。いただきますね。これはうまい。サーモンめっちゃうまいし、マジでこの利尻昆布の出汁めっちゃ合う。ただめっちゃすごいボリュームや。2人で食べてもいいぐらい優勝っすね。ごちそうさまでした。うまかった。やってきましたね、宗谷岬。間宮林蔵。江戸幕府からの命を受け北方探索に赴いた間宮林蔵は1809年に間宮海峡を発見して樺太が島であることを確認しましたと。なるほど、樺太見えてんのかな。あ、見えてるんじゃん。あれ樺太ちゃん。これが日本最北端の地です。素晴らしい。これですね、日本最北端の地からチャンネル登録よろしくです。来ました。樺太がうっすら見えてますね。うっすら望むことができてます。日本最北の地に来ました。最高ですね。でせっかくねここまで来たんで、いろいろちょっとお店もありそうなので見てみたいと思います。ここも最北端のお店として有名みたいですね。はい、たださっき僕食べたばっかりなんでね、さすがにちょっともう食えないですよ。スイーツがむしろ欲しいな。日本最北端のスイーツ屋さんないんかな。ここも食堂最北端、日本で一番北の食べどころ、半端ないですね。でもデザートとかないんかな。ここにあったりして入ってみよう。なんと最北端に流れ着いた自然の氷、流氷館入り口あって、そんなん見える。無料で見えるみたいですね。おお、ここ入れるんや。うわ、寒っ。おお、寒っ。めっちゃ寒い。半端ない。これが流れ着いた氷っすか。たった5分もかからず楽しめますけど、せっかくなんでここで募金しときましょうか。入館料無料とはいえそれだかいただいたんでね。今ねいろいろ中見てきたんですけど、ありませんでしたね。日本最北端ソフトクリーム、これはいりますね。危ない、見逃すとこやった。あの上にもなんかありますね。あそこも行くべきやな。ああやってバスで行くこともできるんやな。あれは観光バスか。一応バスでも行けんことはないんですけど、なんか1日にね多分3本ぐらいしか便がなかったんで、今の時間やったらこれどっち帰る方向ちょっとどっちかわからんな。なんせ4本しかないですね。マジかよ、この階段登んのっていうか車で来れてたんや。あ、普通に鹿おるし。でこれがあけぼのの像って書いてますね。でこのあけぼのの像っていうのが北海道の牛乳生産量100万トンと飼育乳牛50万頭突破を記念して1971年に建立されたと。そういうやつなんや。チャンネル登録10万人達成で建てもらうのみたいな感じと一緒か。いろんな像があるな。こっちにもなんかあるぞ。鐘がある。まさかこんなとこにも。南の方には結構愛の鐘とかありましたけど、世界平和の鐘でした。愛の鐘とかじゃなかった。子育て平和の鐘。素晴らしい。めちゃくちゃ素晴らしいじゃないですか。
愛も素晴らしいですけどね。でももうちょっとやっぱ視野の広い鐘でしたね、ここの鐘は。そして祈りの塔なんや。なるほど、戦争に関係してるんですね。折り鶴の尻尾みたいな。この世界平和の鐘ってなんかモンゴルにもあったな、同じやつが。こんなとこでシンクロするんですか。行くぞ。そしてこれは子育て平和の鐘。子育て平和都市を宣言したらしいですね、ここの稚内というのは。なるほどね、素晴らしい。日本全部、全世界になってほしいところですね。はい、これ鳴らしたいけど、どうやって鳴らすの？鳴らすやつがない。鳴らせないな。自分で鳴らせっていうこと？人に頼るなと、そういうことですかね。自分の頭で考えさせろと。子育てもそうじゃないですか、子供に何でもかんでも与えてあげるんじゃなくて、自分でこの鐘をどう鳴らすのか考えろと、そんなことも教えてくれるんですね。素晴らしい。これはあれか、1983年9月1日ニューヨーク発アンカレッジ経由のソウル行き大韓航空便がソビエト領空に入っちゃって、ソビエト戦闘機のミサイル攻撃により迎撃されたっていうことがあったんですね、1983年。日本時間9月1日午前3時26分頃、同機に乗っていた乗客240名と乗員29名計269名の全員が死亡したと。日本人の犠牲者は28人、在日韓国人1名、乗客の国籍は16カ国にも及び、平時の民間航空の産地としては史上最大級のことであったと。なるほど、それの慰霊碑みたいな感じか。これがいろんな事件があるんですね。それもそういう争いみたいなのがなければ、他の国の空を行ったからといって撃ち落とされることはもしかしたらなかったかもしれないですよね。恐ろしいことです。ここにも慰霊碑がありますね。日本海軍とアメリカ合衆国海軍との戦いにおいて日本海に眠る日本船舶乗員乗客並びに宗谷海峡に眠る米船和風乗員を忍んでと。これじゃあなんか白い道っていうのがあるみたいなんで、それ行ってみたいと思います。宗谷公園っていうところに入っていきます。白い道、ゴール地点や、僕。ゴール地点じゃなくて、スタート地点に行きたい。何ここ？なんか、ここ行こう。この人についていこう。なんか良さそう。おお、めっちゃ絶景やん。おお、これは、牛おる、牛。おお、これはすごい。いやー、美しい景色やな。風車の数がすごいな。キツネがいるじゃないですか。キツネがおしっこしてるじゃないですか。すごい。キツネ初めて見たかも。なんもしないよ。ありがとう。ありがとう。無事に白い道行けそうっす。だんだん白くなってきてる。白い道来たー。白い、めっちゃ白いぞ。来たー。これぞ白い道。ほんまに白いわ。おお、これまっすぐ白い道なんや。
たー、ここで終わりなんや。ここでさあやってまいりました。スイーツがね食べたくなりまして、ここ行きたいと思います。横やった。牛もいます。本店って書いてます。うまそう。なんかいろいろ売ってますね。クッキーとかも売ってるし、スイートポテトとかも売ってるな。どれが人気なんですか？メープルチョコって。あ、これが人気なんですか？はい。下ね。はい、ちょっと僕しましまになってるかもしれないですけど、ね、光が。いただきます。うまいか。コーンも変わってますよね。なんか結構チョコが強いんで、クリームの甘さがちょっとわからなくなるな。クリームだけでもよかったな。うまいな。これ何個でも食べれるわ。さあやってまいりました。ヤムワッカナイ温泉ということで温泉入りに来ました。今4時58分でもう40分後ぐらいにはレンタカー返すんですけど、15分ぐらいだけ入りたいと思います。海の駅、その中にあるんですね。ここなんかギャラリーみたいになってる。ストリートピアノとか子供が遊べるとこがありますね。2階にあるんや。ここ行きます。泉質お伝えしますね。はい、15分ほどね、サクッと入ってきました。結論から言うと、めちゃくちゃ良かったです。いや、なんかもうトロトロの温泉でしたね。青森とか、青森で体験したようなトロトロの温泉でした。だから床注意せずに歩いたらもう滑ってこけるみたいな、それぐらいのなんかこう美肌の湯みたいな感じでしたね。いや15分でしたけど全然満足ですね。いやーよかったな。思ったより良かった泉質。しかも値段はそこまで高くなかったし、タオル入れて880円みたいな感じだったね。タオルなしだったら680円ぐらいでいけるんで良くないですか。サウナもあるし、水風呂もあるし、露天風呂もあるし、最高でした。それでは今からレンタカー返します。それでそのまま電車で南稚内の駅に行って、そこの近くにある一番行きたかった Google 評価 4.4 のお店に行きたいと思います。さあ、あっさりレンタカーを返し終えたので今から駅に向かいます。いや早くも稚内ラストナイトですね。明日、利尻島に向かって船で行きます。もう乗り始めてる。バイキがあったみたいです。南稚内200円ですね。はい、200円でいいんですけど。ああそうなんですか。特急なんですか、はい、次何時なんですか。18時10分です。あそうなんですか。じゃあこれ乗りたいですね。特急券も、はい、特急列車だったらしいです。さっきのは320円。マジかよ。行きました。これですね。しまった。俺カメラ忘れた。車の中に。最悪や。なんでしまった。一眼レフを忘れてきた。うわ最悪や。乗れん。しまった。さっきのレンタカーを返すところにカメラを忘れてきてしまった。もうタクシーで行こう。最悪や。ミスった。後ろになんでか知らんけど置いてしまってた。じゃあタクシーで行こう。金に物がしてタクシーで行こう。だから僕電車嫌いなんですよ。こういうことばっかりなんで。すいません、雑魚屋まで。はい。到着しましたね。雑魚屋。結局9分前に到着です。ありがたいですね。タクシー1200円かかりましたけども。ビールを頼みました。刺身とかも頼もうかな。じゃあまずビールいただきます。さっきお風呂入ったんでね、絶対うまいでしょ。お通しがおずくっすね。これ刺し盛りの一人前の量がね、ほんと半端じゃないですね。めちゃくちゃ贅沢。僕からいただこうかな。ちょっとこれ日本酒もいただきたいな。
かない。タコもいただこう。ありがとうございます。マグロ食べましょう。日本酒合わせます。ホッケでかっ。一人で食べる量ちゃうやんこれ。ホッケいただきます。うまっ。サバいただきます。サバうまっ。日本酒うまいな。シシャモ。朝も食べましたけどね。元でもなんかちょっと違うかな、うまさが。あっさりしてる。濃厚やけどあっさりみたいな。ちょっと黄色い。来ましたね、男山。男山でええんか。ヒレがある。刺身に合いそう。ホタテいただきます。一番高価な男山大吟醸。キレもあって、でも後味がフルーティーですね。これはうまいな。獺祭とかそういう系のうまいよね。カニ雑炊です。うまそう。カニ雑炊とかね、北海道らしい。うまっ。ちょうどね、僕実はホッケの骨が引っかかってたんですけど、このカニ雑炊のおかげで治りました。必要やったんですね。無駄だと思えることも実は必要だったんですね。そんなことを教えてくれるんですね。いやー、美味しかったですね。こっから2軒目とか行けるんかな。ちょっとブラブラしてみますか。あれか、いな寿司。あの寿司屋さんがまだ開いてるっぽいんですけどね。寿司食えるかな。でも 4.5 なんですよね、評価が。寿司ちょっと食べてみたいな。ちょっと行ってみるか。結構いろいろあるけど、なんかお好みで頼むかな。これがジンボ。タクシーに帰ります。中はねちょっと映せなかったですけど、めっちゃいい店でした。はい、おはようございます。と言っても今もう10時48分なんですけども、これでね、稚内の旅も終わりになります。皆さんの目にはねどのように映ったでしょうか。で、僕の率直な感想としては、やっぱりね日本最北端っていうパワーはすごいなと。一生に一度は行っておかないといけないみたいなね、空気にさせてくれる場所だなと思いました。見どころみたいなのもめちゃくちゃいっぱいあるわけじゃないんで、一度行けば大体皆さん同じところをこう観光して同じところにたどり着くんじゃないかなみたいな感じがしましたね。ものすごいやっぱ絶景が見れましたし、空気もねすごいいいっすね。夏場はめちゃくちゃ過ごしやすくて、汗が出ないぐらい涼しくて、気持ちがいいですね。で、観光の方なんですけど、キャッシュレスの決済がやっぱ遅れてるっていうのはあんまりよろしくないなって個人的にはやっぱ思いましたね。で、お店も閉まるの早いんで、島感覚ですよね。その僕が今まで行った南の島とかに比べると、そのレンタカー含め飲食店もね値段が結構張るところが多いのに、キャッシュレスは使えないっていうことなんで、そこはねちょっと改善してほしいなと思いましたね。あとはレンタカ
カーがやっぱ不足してるっていうのと、レンタカーがあんだけ高いんだったらもうちょっとこうバスもあってもいいかなと思うんですけど、その辺もやっぱ需要と供給の関係なんでしょうね。最北端っていうことで来られる方が多いので、言ってみればその頑張らなくても勝手にお客さんが来るみたいな、多少そういう地域であると思うんですよ。他のところに比べるとですよ。決してみんなそう思ってるわけじゃないですけど、その辺が影響しているのかなとはちょっと思いましたね。でも皆さんも本当に、一生に一度は行くことをお勧めします。それにしてもね、やっぱウニのうまさとかやっぱ海鮮系のうまさは別格でしたね。やっぱさすがって感じ。あとは宿も高かったですね。宿も高い。ゲストハウスでもやっぱ6000、7000するんで、それもちょっとオンシーズンにね稼ぎ抜かないといけないみたいなところがあるんで、そういう風になってるみたいですけど、それもなんかね、冬の楽しみみたいなのが作れるとまた変わってくるのかもしれないですね。常識をね変えていかないといけないですね。めっちゃ走ってる人おるやん。やべ。いました。稚内フェリーターミナル。来た瞬間に「森岡さんですか?」って言われたんで、多分僕しか受付済ましてなかったんでしょ。またやってしまった。あれですね、チケット一等席を取りました。っていうかそこしか空いてなかったです。こういう店もあったんですよ。それではね、利尻島に向かって行ってきます。はい、次にですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ。完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞ。インスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのに着るリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねもう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キリュルックベストの新作キリュルック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。